ついにうるさいレーザーが強化されましたね。うるさいだけだったのに、うるさいだけではなくなったわけですか。というわけで、強化前のうるさいレーザーを振り返りつつ、現在のうるさいレーザーを見ていきましょう。それにしても、いやー、かっこいい武器ですよね。これよりかっこいい武器はないでしょう。こんなに青くて赤いアクセントが特徴なのに、出てくるビームは黄色ってのもたまりません。火力パークは、タンクキラーとコマンドを 30%、ブラメス 15% とアドレナリンで 50% まで増えます。副陣は 20% くらいです。弱すぎる。いや、まだアドレナリンありますからね。しかし弱いですね。弱さが燃費の悪さに拍車をかけている。アドレナリンを積み込みました。35って数字ですけど、これどんな武器と同じか知ってます？うるさいガトレサのノーレジ品と同じなんですよ。ガトレサは秒間22発なので妥当なんですが、うるさいレーザーは秒間9発なので終わってますね。使うだけ損する赤字経営の消し、テスラの反射ダメージの絞りかす、パイプ武器のパークが適用されそう。目に優しい少々。さて、最新バージョンがこちらです。威力が上がり、レートは18くらい上がってて、スプリッターでレート下がって100です。ちなみにカスタムは画像の構成以外ゴミです。一番当てやすいのがトゥルーコンデンサと安定化オートでしたね。好みでスプリッターを変えるくらいですね。おー、かっこよさも変わらず、今回はコマンドを 60% です。ただし、副陣は一切発動しません。これでクラスフリーク卒業が一番正しい気がしてます。見せてもらおうか。うるさいレーザーの力を。おー、これ5発ほど出てるので、合計で35です。さっきより 10% 高いだけなのに、アドレナリンの前から強いですね。こちらは40ほど、レートの高さがかなり生きてて、数値以上に強いです。これはもしかしたら、もしかするかもしれませんよ。そもそも打ってて幸せなんですよね。利息でどう変わるか楽しみなんですが、私は持ってません。アドレナリン込みで45って感じですね。うるさいには勝てませんが、普通のガトレザには威力で勝ってるかもしれません。スパムの防御力次第で50ってところでしょうか。15くらいでこんなに変わるもんなんですね。これでも同じ弾薬のテスラより燃費悪いですが、壊れにくい部分とか核物質の生成で色々美味しい武器になったかもしれませんね。ヘビーガンのように振る舞えるライフルは貴重なので、不屈の人が PA 切る時にあってもいい。キルペースもチャコ最上位に2秒ですからね。クワッドハンドメイドよりは強い。スプリッターは収束させると1本の太いレーザーに見えるのもポイント高い。100式のビームライフルみたいでいいですよね。ただですね、射程がネックです。この距離で威力が半分に落ちてしまう。それでも35などは以前より高いです。レートゴリ押しに進化したので、そこまでは響きません。むしろガトレザイの忖度です。射程くらい譲ってあげたわけです。ビームフォーカサーもやっておきます。フォーカサーよりはスプリッターの方が高くなりやすい。レート9増加と射程20の増加。これがどう響くかって感じですね。これは体感ですが、フォーカサーだとサイトと着弾がブレまくる。そんな気がします。気のせいかもしれません。イベントもやっちゃいましょう。変異パブリックらしいですが、弾力性か。まあいいですかね。うるさいレーザーを自慢してます。誰か近接を入れてくれ。こうなったら自分がやってくれましたね。ラグいので AP が減りません。射程が響きすぎてます。いつもに増してイベントがわちゃわちゃしてます。チェーンソーオープン。こんなにハートが集中放火されているのは初めて見たかもしれません。仮想を極めたようなイベントでしたからね。なんかスーパースレッチいますね。もう死んだでしょこれ。あとはグラフトンモンスターを。おーいい。なんでやねん。イベント参加者に加入者が3人いるだけで良いんですね。パーティー組まなくて良いならめっちゃいいですね。プラベ対策って感じします。証書用の伝説が出るみたい。これはゴミですね。終わってます。ほれほれ。なんか言え。ほわっ。いつものようにクイーンをしばいてみる。意外と出ますね。かなり悪くないのでは。でもこんな敵にはエンクレ放射出しますね。早く倒してくれー。言えることがないよ。アドレナリン抜きにしては通用してるくらいです。あとちょっと火力あれば好みです。副陣なら満足できる火力かもしれないですけど。ガトレサの壁は厚い。やっとくたばったか。マイアラークキングの方が硬いです。これおかしいと思います。小さいくせに強すぎます。ウェンディゴ洞窟のあいつが一番やばい。こいつはレベル60だから弱いんですよ。そういえば最近ハーミットクラブをよく見かけます。車の残骸に擬態してる時は感心しましたね。攻撃頻度はおかしいですね。ほぼしてこない。キーカード見っけ。
うまい。あそこにもあるぞ。撃ち落としはガトレザ使えます。邪魔なヤドカリだな。これはレーザーじゃ無理ですね。よーし。未だにミサイル撃ったことないな。キーカード重いからさっさと売却してます。今回はうるさいレーザーでしたが、次の救済は何でしょうね。アサルトライフル、武器のティアを意識してそうだからラジウムあたりかもしれません。いや、ガトレザ強化の流れでもいいですよ。50口径とかミニガンの方が悲惨ですけどね。これあかんわ。射程が致命的。アルミ取りに来た。ジャコは核物質と燃費が釣り合う。素晴らしい。強化前に取引で手に入れるべきだった。かっこいいし、最高やね。誰か取引しない？グーッと移速重量化耐久。4万キャップなら出すんだけど、PA ってモーション削除した方が早いの？変わらない気がするんだけど、スプリッターに戻しとこう。人間には十分すぎるかもしれない。というわけで、うるさいレーザーを堪能してきました。やっぱりキルペース高いと楽しいですね。今回はレートも上がってて、音も違います。見た目も良くて、火力も耐久も実用的で、ガトレザやガトプラのように核物質を集められる2つの武器より優れているのはコアじゃないってことです。プラズマより弾薬も軽い、彩色兼備の良い武器になったなと思います。パッチノートにレートは記述されてないので、そこだけ不安ですね。想定外のレート上昇といえば、スコーチキラーサブマシンガンという前例があります。というか、レートを上げた情報修正って正式には存在しませんよね。今回は以上です。参考になったらチャンネル登録お願いしますね。